こんにちは、赤です。いや、最近ですね、やっぱり iPad すごいハマっちゃってて、今日も iPad ネタが続いてしまってるなっていう感じはするんですけど、こちらですね、今、私、ちょっと会社の仕事を家でやろうかなと思ってセッティングしてるところなんですけど、MacBook 使ったり、この会社のノートパソコン使ったり、こういう家でセッティングするときってこんな感じなんですよ。なので、この奥の自作 PC っていうのはちょっと今電源ついてない状況なんですけど、必ずですね、やっぱりサイドにこの iPad mini を置くというスタイルに落ち着いてきました。でも iPad mini 置いてて、いいんですけど、やっぱりどうしても横置きしかできないとか、もうちょっと高い位置に置きたいなとか、こうやってノートパソコンとメインのディスプレイをこう上下に並べると、このメインのディスプレイの横に iPad を置きたいなって思う時もあるんですよ。そんな時に役立つかなと思ってこちらを買ってきました。はい、シンプルコムの CL816 という型番ですね。商品名はデスクトップアームスタンドです。で、私これコストコで購入しまして、だいたい3500円くらいなんですよね。で、どうやらなんか実店舗ではコストコぐらいでしか扱ってないのかなっていう感じなんですけど、一応楽天の方にも取り扱いがありました。ただコストコって会員制のスーパーじゃないですか。なので3500円ぐらいで買えるんですけど、楽天で買うと、6000円ぐらいになってしまうんですよね。なので近くにコストコあるっていう方とか、オンラインでも会員になって購入するっていう方は、そっちの方がおすすめではあります。で、これなんですけど、特徴としてはですね、非常に巨大で非常に重いっていう部分なので、デスクトップに据え置いて使うっていうタイプのスタンドになりますよね。で、箱にもある程度のスペック書いてますけど、4.5インチから13インチまでのスマートフォンとタブレットに対応と。13インチまでなので iPad Pro の12.9インチもいけるみたいなんですよ。結構作りがしっかりしてるのかなという期待値はあります。じゃあ早速開封してみましょうか。それでは開封していきましょう。ドーンと。シンプルコムユーザーマニュアルということで入ってますね。ちなみにこのシンプルコムっていうメーカーはなんかオーストラリアのメーカーらしいです。で、工具も入ってて、こういった六角レンチで組み立てるものなんですね。で、スポンジが入ってて、こちらがスマートフォンやタブレットを挟み込むタイプのものですね。単純にバネで伸び縮みするようなものです。台座からアームまでは一体型の作りになってますね。もうこれだけで重いです、結構。この穴が四角くなっているので、これを合わせて、あとはボルトを止めるだけですね。はい、組み立ては以上です。組み立て自体はとても簡単ですね。この、台座になる部分を取り付けるだけなんですけど、六角レンチ2つついてきたんですよ。で、これ2つなんであるのかなと思って、ずっと調べてたんですけど、まずこの太い方。これは台座を取り付けるレンチであったり、あと、この関節の硬さを調整するっていうこともできます。しっかりとこれ、重さに耐えられるように強めにできてるんですよね。それが緩んできたら、これで締められるっていうことだと思います。じゃあこの細い方はっていうことで、これ普段使わないんですけど、実はこれ、この底面のアームの取り付け部のネジでした。これ自体も緩んでこない限りは使うことがないなというところなんですけど、とにかく作りがしっかりしてるなっていうのが第一印象です。さすが 12.9 インチの iPad Pro まで支えられるだけあるなというふうに思います。じゃあ早速 iPad mini 取り付けていきましょう。ということで、すぐ取り付けてって、これだけのものなんですけどね。
いや、まあ、確かに視点が上がると見やすくなります。当然これ回転させることができるので、このように横向きだったり、先ほどの縦向きだったりと自在ではあります。で、私今スマートフォリをつけたままやってしまったんですけど、ここのヒンジ部分がぐっと圧迫されるような感じがしてるんで、ちょっとこれは外した方がいいかなと。スマートフォリを外して裸の状態でつけていくっていう感じでしょうかね。で、iPad mini でもしっかりとこれ支えられるように、このもうちょっと小さめになってますよね。なんでここを引っ張ってはめてあげれば、保持力に対して不安な点は全くないです。で、これこの幅であれば実はこの縦でもいけるんじゃないかなと。はい、縦に挟み込むこともできます。こういう使い方あんまりしないかなと思うんですけどね。で、大きなものが挟めるのが分かったと。じゃあ小さいものどうなんだっていうところで、こちらの iPhone、iPhone13 Pro Max です。iPhone 13 Pro Max なので 6.7 インチの大きさがあるんですね。で、こちら 4.5 インチから対応と書かれてはいるんですけれども、当然これ iPad mini と同じように横に置いても全然スカスカですよね。で、そこでこういう縦にセッティングする必要があると。ちょっと今モフトがあるとダメですね。レザーケースをつけた iPhone 13 Pro Max。これも縦の位置でしっかりと保持することができます。意外とスマホを高い位置に置いとくっていうのも利便性高いかなってちょっと思い始めてきました。どういう使い方するかっていうのは人それぞれでしょうけどね。Pro Max ではなくても通常の iPhone 13もいけますし、4.5 インチからなので iPhone 13 mini もいけるかな。かなり幅広いスマートフォンとタブレットに対応できるよっていうことです。で、これ台座部分からアーム部分まで全部金属製なんですよ。なのでしっかりと強い硬い感じなんですよね。こうやってかなり高い位置にセッティングすることもできます。まっすぐに支柱を伸ばして一番高くした状態でこのくらいなんですよね。実際測ってみると約50センチぐらいの高さになります。高さが足りなくて困るってことはほぼないんじゃないかなと。逆に低くしようと思ったら、こうやって地面スレスレの高さにセッティングすることもできます。で、こうやってぐーっと前に出しても使えるかなと思ったんですけど、その場合はですね、端末が重くて台座がひっくり返ってしまうと。ここに何か重しを乗せれば保持はできるかもしれないんですけど、ここはちょっとおすすめできないかなと。そうですね、台座からこのくらいの飛び出しでしたら全く問題なく保持できると。このくらいでもいけるかなって感じですかね。奥の方に台座を置いて、しっかりと手前に画面を持ってくるなんて使い方はできるので、デスクで使うにもいいんですけど、立った状態で使ったり、キッチンなんかでも非常に役に立つのかなっていう感じは受けましたね。あとはベッドサイドでしょうかね。で、ベッドで寝る前に座った状態で、横のサイドテーブルなんかに置いて、こっち向けるみたいなこともできます。今仕事中なんでセッティングとしてはこんな感じになるでしょうか。今向こうのねディスプレイ使ってないので、こっちのディスプレイ2枚と iPad mini というところでセッティングしてます。しばらく使ってみたいと思うんですよね。とにかくこのシンプルコムって名前の通り、シンプルな見た目ですごく綺麗でスタイリッシュなんですけど、ひたすら頑丈ですね。重たいんですよ。なので安定感が抜群だなと。で、タブレットスタンドっていろんな種類ありますけど、ただ置くだけのものっていうの結構あったりしますよね。そんな中でこういう卓上に立てて、ここまでの大きさ高さを出せて非常に安定しているというものはなかなかないのではないでしょうか。
コストコだったり楽天だったりと買える場所はちょっと限られてしまってるんですけど、気になる方は概要欄にリンクも貼っておくので、ぜひチェックしてみてください。よかったらチャンネル登録や高評価もお願いします。ではでは。